こんにちは。6月28日月曜日です。今日はいざという時のために家庭菜園を始めるべき理由6つというのをご紹介していきたいと思います。ご紹介する内容は3つです。1つ目、家庭菜園をしているといざという時野菜を簡単に手に入れることができます。2つ目、家庭菜園を始めることで得られる6つの素晴らしいこと。そして3つ目がまとめになります。では1つ目、家庭菜園をしていればいざという時野菜を簡単に手に入れることができますということで、コロナのパンデミックが始まった時に、必要な物資っていうのはあっという間にお店の棚からなくなってしまいました。日本でもね、トイレットペーパーなくなったりとか、あとマスクとか消毒液とかああいうのがなくなったと思うんですけれど、オハイオもロックダウンした時にスーパーからもう食料という食料が片っ端から全部なくなって、もうなんか衝撃的な光景でしたね。で、私それ写真に撮って家族にメールしたぐらいすごかったです。で、食料がスーパーに並ばなくなってしまう理由っていうのはすごくたくさんあるなっていうことに、今回ね気づけたので良かったなと思ったんですけれど、例えばパンデミックもそうなんですけれど、あとは自然災害ですね。収穫量が激減してしまうとか、あとは電力網の故障、サイバー攻撃、アメリカで今頻繁に起きてるやつですけれど、こういったことでも生産とか運搬に問題が出てきてしまって、スーパーには食品が並ばなくなってしまうんですね。そして昨今言われている食品インフレなんですけれど、本当にねちょっとねいよいよ本当に来そうだなという感じがしています。というのは、私がね前コミュニティタブの方で少しシェアしたんですけれど、家電ですね、半導体チップ、あれが不足していて、で値段が高騰してきているっていう話を少ししたんですね。でそれによって、半導体というか、チップが使われている製品は値段が上がってくるので、年内に値上げが始まりそうな感じがするので、買い替えを考えている人は早めに買い替えしといてくださいねっていうようなお話をしたと思うんですけれど、それがねもう実際に起き始めてます、日本で。で、秋葉原なんかよく行かれる方はねもしかしたら気づいてるかもしれないんですけれど、パソコンの周辺機器っていうんですか、ああいうものが値段が今もう上がってきていて、でいろんな店舗でですね、入荷未定というような看板とか張り紙が出てきてるみたいですね。でこの原因っていうのが、日本政府が他国の政府に比べて外交が下手くそで、その商品をね輸入できないというか買い負けしてるっていうことが理由みたいです。で果たしてこの買い負けっていうのが半導体だけで収まるかっていうと収まるはずないじゃないですか。なのでやっぱり今後は食品とかそういったところにもね出てくると思うので、やっぱりちょっと気をつけておいた方がいいと思います。ということで、2つ目、家庭菜園をすることで得られる6つの素晴らしいこと。1つ目、有機野菜や栄養価の高い野菜が手に入る。でこれいつもお願いしてるんですけれど、もしご自宅で野菜を育てようっていうふうに思われたら、必ず種は F1 種って呼ばれているものではなくて、在来種とか固定種って呼ばれている種を購入してください。で在来種固定種の種を取り扱っている老舗の種屋さんの、リンクをね説明欄の方に貼っておきますので、一度見てみてください。であと楽天とかでも買えます。で私はアメリカに住んでるので楽天からじゃないとちょっと買えないので、そちらのリンクもね、お店のリンクも貼っておきます。でもし可能であれば土、家庭菜園用の土もやっぱりねいいものを使っていただきたいなっていうふうに思うんですね。でアメリカにはオーガニックの土っていうのがコストコにいっぱい売ってるんです。で私はそれを使って今育ててるんですけれど、うちはプランターでやってるんですけれど、で日本だとね最初からその化学肥料とかが入ってるような土もあるので、なるべくね有機無農薬で作りたいっていう場合は土もね気をつけて買っていただくといいかなと思います。では、家庭菜園することで得られる6つの素晴らしいこと。2つ目、良い運動になります。
でこれ始めると分かるんですけれど、結構重労働なんですよね。で、家庭菜園やガーデニングっていうのは心臓の健康と免疫系の反応を改善し、ストレスを解消して心拍数を下げ、細かい運動能力を向上させ、体力を高めるなどの健康上の利点があるというふうに言われています。では次、その3、家庭菜園でビタミン D 不足を解消する。家庭菜園をしていると屋外での作業が多くなるので、日に当たる時間が自然と増えて、体の中でビタミン D がたくさん作られることになって免疫力が上がります。で、あとはですね、土の中には微生物がたくさん住んでいるので、土を触ることで獲得免疫っていうのが増えます。で、これによって免疫力がまた上がるということで、ちっちゃいお子さんがいらっしゃるような場合はぜひ一緒に今土を触って野菜を育ててみてください。次4つ目、環境にも優しいということで、自分で食べ物を育てるっていうのは実は環境にもいいそうです。家庭菜園を始める家庭がたくさん増えていけば、長距離用の輸送トラックを減らすことに少し貢献できるんじゃないかということで、ガソリンを使用する量も減っていくんじゃないかと言われています。あとは農薬なんかを使わずに育てることができるので、その結果環境にも健康にもいい影響を与えるということです。で次5つ目、食料品代を節約できる。種とか園芸用の農具とかそういったものへの先行投資はある程度必要なんですけれども、最終的には食料品店で野菜を買うよりも節約になっていきます。できちんと面倒を見る必要はあるんですけれど、意外とちゃんと育ってくれますね。で次6つ目、育てるスキルが身につくということで、私はこれが一番重要だと思っています。野菜を育てる技術っていうのは、私はこれからの時代絶対に必要なスキルになるっていうふうに考えていて、でまず家族を守ることができますね。食べさせるっていうこともできるんですけれど、それ以上にその遺伝子組み換えの変なものを食べさせなくても済むかなと思ったので、家族を守るっていうことができると思います。あとはもし経済が崩壊してしまうようなことがあって、物々交換の世の中に戻ってしまうようなことがあっても、自分の作った野菜と何かを交換してもらえるってこともできると思います。では最後、まとめに入っていきたいと思います。最初は小さな鉢植えで何か1種類育ててみるということから始めてもらったらいいかなと思うんです。でこれは私がそうだったんですけれど、私家庭菜園は全く興味がなかったんですね。なんでかっていうと、まず虫が苦手だし、土を触るのも苦手だったし、あとミニマリスト志望なので、それは今でもそうなんですけれど、その家庭菜園なんか始めてその物が増えたら嫌だなとか思ってたんですよね。ところがある日、私友達からシソの鉢植えを丸ごともらって、でそれをうちで育ててたんですけれど、ちょっと楽しいなって思ったのと、あと食べた時にめちゃくちゃ美味しいって思ったんですよね。でちょうどその頃ネットのニュースで食品インフレっていう文字をちらほら見かけるようになってきて、でも今となってはインフレだのハイパーインフレだの、そのニュースしか見ないっていうぐらい、もう毎日そのニュースがすっごいネット上には出てくるんですけれど、でそれを見た時に、これはちょっと自分で作れるようになっておかないとまずいって本気で思って、でそこから一気に家庭菜園を本気で始めるっていう流れになりました。きっかけって本当に小さなことだったんですけれど、何か一種類でいいので一度育ててみてほしいなと思います。でそれが家庭菜園に目覚めるきっかけになるかもしれないのででそしたらそこから育てる技術っていうのをぜひ獲得していってほしいなと思います。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。